うわ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 、なんか出てきた。なんか出てきた。うわうわうわ、怖い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 。はい、パパチェルです。で、今日は久しぶりにイケてる市場に行ってみようと思います。最近ずっと死んでから時間の経ってる魚ばっかりさばいてたので、たまには新鮮な魚をさばいていこうと思います。それでは魚屋へレッツゴー。ゴーゴー。これ腹が無理。無理。じゃあそのままそのまま。帰ってきました。サバ。これを使ってしめサバを作っていきます。まだ柔らかいです。そしたらまずえら豚を切り取っていきます。で、海藻機で、それでは始めます。エラ膜を切開していきます。血の塊がで、血の塊の下に動脈球、心臓動脈球、これは凝固した血。ちょっと洗い流します。このまま動脈球に切り込みを入れます。で、送水管を入れます。OK。入った。送水開始。うわー、破れた。一瞬で破れた。無理か。というわけで副大動脈カニュレーションは失敗なので、エラを外して肺大動脈を探していきます。ではエラを切り取ります。この咽頭歯の間を切開していきます。これか。結構太いんじゃん。これか。これやな。これは入るでしょう。絶対これや。これ。この血管見えてる？ピンホール開けます。ピンホールをハサミで広げます。
で送水管をバルーンカテーテルに交換します。しゃあ、入った。よっしゃ、入った。で、バルーンカテーテルを空気で膨らまします。送水開始。ポンピングで圧をかけます。血が抜けてきてます。これで血抜きはほぼ完璧にできると思います。今日の目的は血抜きじゃないので、まだもう少しポンピングしていきます。この間の死後48時間以上経過したスズキと違って、まだ血が固まりきってないからなんかサラサラしてて綺麗です。スズキの血抜きした時はもうなんか一旦固まった血がバラバラになって粉々になって出てきてるような感じでした。パンパン、やばい。で、しめ鯖って最初塩水につけるじゃないですか。還流液も食塩水なんで、その工程にもなってるかなと思います。で、今回の還流液の内容は塩素の入ってないアクアクララの水1リットルに対して塩 40g とクエン酸ナトリウム 20g 入れてます。すごいパンパンやな。尻尾の先からもうここまで全部パンパン、コロコロ。おそらくもう血は完全に抜けてるんで、血抜きはこれで終わります。めちゃくちゃパンパンです。生きてる魚をカニュレーションで血抜きしてもこんなパンパンにならないんですけど、どっかで血管が詰まってるかもしれないです。味付けはインスタグラムで教えていただいた土佐酢、これを入れていこうと思います。まずは一旦クランプして捨てます。で、ちょっと味効きます。酸っぱい。塩分も結構入ってるんで浸透圧は調節しなくても大丈夫だと思います。入れます。300cc ぐらい、もうちょい、これぐらい完了しようと思います。足りんかったらまた足します。よし、それでは完了していきます。この土佐酢にはなんか鰹だしとかいろいろ入ってて、しめ鯖が美味しくなるみたいです。うわ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 、なんか出てきた。うわうわうわ、怖い。こっから出てますね今。
これ以上入れてもあんま変わりなさそう。もうちょっと入れたらぶら下げて水抜きをして、で、30分ぐらい空けてさばいていこうと思います。なんか身がほんのり赤くなってる気がする。ほぼ全部流し終わったので完了終わります。外します。うわ、抜けへん。抜けた。バルーンは膨らますとこんな感じ。バルーンが膨らますとこんなになります。こんなに膨らましてないけど中では圧がかかってるんで、パンパン。じゃあこれで2、30分寝かしてさばきます。2、30分経ったんでしめ鯖をさばいていきます。もうパンパンじゃないですね。青色のやつではまずこういこうか。鱗あんの？鱗あるやん。ではさばいていきます。これは内臓脂肪か。すごいな。めっちゃ美味しそうや。内臓を見ていきましょう。これは内臓脂肪やね。ちょっと凝固した血は残ってるけど、ほとんど完璧に血は抜けてます。ほぼ完璧に血抜きはできてます。内臓の中の血管の中にも血は残ってないです。すごい。で、なんていうの、締まってる身がオスでタンパク質が凝固しているのが断面でわかります。それでは血合いを見ていきます。もうなんか屠殺で腎臓がボロボロになってる。もちろん血は残ってません。すごい。ちょっと時間置きすぎたかな。断面はこんな感じ。薄いお腹の方が特に染まってますね。美味しそう。それではさばいていきましょう。いきます。ダン。まあでも全体的に屠殺は入ってると思います。骨はこんな感じ。綺麗に血は抜けてますね。だいたいこの背中に向かっていく血管には血が残ってるんですけど、それも全く残ってないです。めっちゃ美味しそう。っていうか今日珍しくめっちゃ綺麗におろせた。サバがおろすの簡単なんかな。腹骨をすきます。珍しく腹骨もうまくすけた。中骨を抜いていきます。で、片方は夜家族と一緒に食べます。皮が確か手で剥けるはず。うわ、最悪。せっかくうまく剥けたのにやってしまった。まあいいや。形をこれちょっと食べてみます。お、めちゃくちゃうまい。やばい。今まで韓流して何かを作った中で一番うまい。よし、食べよう。いただきます。さっき味見してしまったから分かってるんやけど、死ぬほどうまいです。いただきます。完全になんていうの、浸かりすぎたしめ鯖みたいに白くはなってないけど、味はめちゃめちゃちゃんと入ってます。いただきます。
酸っぱすぎずめちゃめちゃちょうどいいです。もうちょっと醤油もつけてみます。うまい。いくらでもいけちゃう。うまい。これはうまい。断面見てもこんだけ短時間で均等に酢が入ってるっていうのはありえないことなんで、画期的なんじゃないかなと思います。うまい。今回は大成功ということで、ゆっくり食べていきます。やった。めっちゃ嬉しい。乾杯してくれる？おお、乾杯してる。乾杯しようか。おいしい。おいしい。もう。おつにゃん。チェチェおつにゃん。英語バス持ってるな。うわ、割らんといてやちるそれ。いただきます。いただきます。おお。いただきます。おいしい。美味しいやろ。感動的に美味しい。感動的やろ。おいしい。じゃあ初食感。じゃあ私は炙りをいただきます。いただきます。うまい。うまい。乾杯。イエーイ。乾杯。あ、こっちもこっち。あ、パパも。乾杯。ちょっと炙り食べてみて。あぶぎがいい。あぶぎがいいか。お、炙りの方美味しい。マジで珍しい。いつも炙りあんま好きちゃうやん。もう一回。もう一回な。はい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 。乾杯。おいしい。これは冷やして。